それはもう茶業界の話として聞くには全然減ってってるし、その昔のうちの観光栽培やってた時は普通に市場に出してましたし、それらが売れなくなってってるというか価格が下がってくるね、そのことはずっと感じてましたね。後藤製茶の4代目の後藤弘里と言います。年齢は40歳です。2012年の27歳の時から茶業に携わっています。ここは愛知県豊橋市という場所なんですけど、海も直線距離で4キロぐらいで近くて、標高も30メーターから40メーターぐらいなんで、平野部に当たるかなと思います。冬も雪がたまに降るぐらいで、お茶の栽培地域としては、年間通して温暖な地域で暖かいのが特徴かなと思います。でうちは緑茶の生産がメインなので、栽培している品種もやぶきたとか朝露といった緑茶用の品種、煎茶の緑茶用の品種がメインで、最近は、だんだん需要の変化とかに伴って紅茶用品種の紅風紀とかも栽培するようになっています。うちの量産品としてのメインは緑茶なんですけど、工場も緑茶用の工場しか持ってないのでなんですけど、自分が得意としているのは手摘みで作る紅茶を得意としていて、なので、結構柔らかい面を扱う方が自分としては好きです。ですけど、これはそれぞれの好みなんですけど、こういう葉っぱだったらこういう風に作った時が一番おいしいと感じるとか、そういうので葉っぱに合わせてあらゆる製法ができたらいいなと思って、それ用の勉強というか準備はしています。まず最近で言うと、うちもだんだんその自然栽培風、今10年ぐらい肥料をあげてないんですけど、農薬もかけず肥料もあげずっていうことで、だんだん自然の栽培に近づいてってると思うんですけど、そうするとその土地の味っていうのが直接分かりやすくなるというか感じだと思うので、その辺がじゃあどこが違うんだというとなかなか難しいんですけど、味の特徴はそういうところが出てるのかなというのと、あと個人的な好みとして渋みが少ない方がいいとか、あと味がすっきりしてた方が好きだとかいうのはあるので、その辺は特徴として出てきてるのかなとは思います。もともと曽祖父の代、一番最初のスタートの時からは観光栽培で普通の、農薬もやり肥料もやりという栽培からスタートしているので、そこから40年前に、僕が生まれた時を起点に父が無農薬栽培に、無化学肥料、農薬かけないっていう栽培方法に切り替えて、で、そこは大きい変化だったかなと思うんですけど、そこからいきなり全部ではなかったのでちょっとずつ変えてったという話は聞いてて、で、2007年かな、8年ぐらいに全面的に農薬使わずっていう栽培方法に切り替わって、で、ここ最近ですね、だんだん僕が入ってからやるようになってから紅茶を作ったりとかいろんなものが増えてきたので、香りを良くするのにどうしたらいいかとかで、それもあってより自然栽培、肥料切れてた方が香りがいいとか、いろんな話も聞いたので、テストっていう形でそういう、より自然な栽培方法に転換していったというのが、大まかな流れですね。正直僕が始めた頃にはもう全面変わってたので、無農薬に。なのでその途中の苦労を知らないんですよね。で聞いた話では、最初はすごい弱った見た目になるからそれ心配するようなことは何度もあったけど、徐々に安定してくるというか、だんだんそういうサイクルが自然のサイクルが出来上がってくるのか、そこまで大ダメージで
全面的にダメになるみたいなことが、なくなってきたのかなとは思ってるんですけど、ただ今見ててもその悪くなる時はあるんです。なんか葉っぱが落ちちゃってちょっとガサガサになるというか、そういうちょっと悪く見えるような時もあるんですけど、またそれ3年ぐらいでだんだん復活してきてっていう、サイクルをこうなんかビビらずに見てるっていうか、そういう感じですね。そうですね、僕が生まれてからはうちの畑がそういうふうに無農薬になったっていうところもあって、だんだんこの一般的なこうお茶の市場に荒茶を売ってみたいなスタイルじゃなくなってきてるんで、直接お客さんとのやり取りが多くなってきてて、でそういうのを僕は子どもの頃から見てると。でそうするとそこの需要はそんなに変わってないというか、そうだとして無農薬だと知って信用してきてくれる人たちの流れがこうずっとできてたんで、その中では減ってるとか、逆に増えてるっていう感じですけど、あんまそういうなんか一般的に言われるような消費が減ってるとかっていうのとはちょっと違うのかなと、あんまり感じないでいられたのかなと思うんですけど、ただそれはもう茶業界の話として聞くには全然減ってってるし、その昔のうちの観光栽培やってた時は普通に市場に出してましたし、まだ僕は子どもの頃も半分、それ以上は市場に出してるお茶もあったんで、それらが売れなくなってってるというか価格が下がってくるんで、そのことはずっと感じてましたね。僕は今割と海外とのやり取りとかがあったり、自分が行ったりすることも、海外のお茶屋さんのところに行ったりすることも多いので、それは実感はあるんですけど、もし日本で販売してるだけだったら、さっきも言ったようにちょっと販売ルートが違うというか、こう知ってる人の中にこうずっと売り先があるみたいなスタイルで来てるんで、その中でその流れ、その海外からの注目とかを感じたかどうかはちょっと分かんないですね。ずっとある一定のちょっとずつの問い合わせは海外から来てたんで、それが昔から変わってないんですよね。だからそこでうちにいただけでは増えてるかどうかはもしかしたら分からなかったかもしれないですね。ただ今年に関しては異常なので、その抹茶ブームがね、だからうちでも煎茶農家ですけど、ホームページ見て作ってないですかとかいう問い合わせは散々もらってるので、あとは海外に行く中ではもう毎日ありませんかっていう話が毎日毎日来てるので、それはもう今年は異常に圧倒的にブームが来てるんだなっていうのは実感してます。まず僕自分でここにいただけではリーチしなかったところに届くであろうことはすごく嬉しく思ってます。で特にこちらからどういうふうに受け取ってほしいというのはあんまりなくて、自由に感じ取ってほしいなと思うんですけど、日本の日本茶まで興味持っていただいてありがとうございますっていうのと、その中で地球上にこんな味のお茶もあるんだっていうので楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってます。